七夕知っていますか？聞いたことがありますか？日本人は7月7日といえば七夕というものを思い出します。そして今日は晴れるかなとか、いいお天気になるかなとか考えたり、お願い事をする人もたくさんいるのですが、七夕、皆さんは聞いたことがありますか？シラの日本語ポッドキャスト。こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。日本は7月に入って7月8月は特に日本の中でもすっごく暑い季節になります。なのでいよいよ夏が来たなぁという感じなのですが、皆さんの国では7月はどのような天気ですかね。日本みたいに暑い国もあるのではないかなと思うのですが、そんな中でも7月といえば日本人は思い浮かべる一つの行事があります。7月7日は日本では七夕と呼ばれる日になるのですが、皆さん聞いたことはありますか？とってもロマンチックなお話なのと、日本人は誰もが知っているような7月7日は七夕ということは日本人は誰でも知っているかなと思うので、皆さんもぜひぜひこの七夕について今日は知ってもらえたらなと思います。今日もリラックスしながらゆっくりと最後まで聞いてもらえると嬉しいです。今日もよろしくお願いします。はい。ということで、七夕について早速お話ししていきたいなと思うのですが、この七夕は7月7日に毎年行われる行事のことを言います。日本の夏を代表する伝統行事の一つと言われています。この七夕という行事は何なのか、いつから始まったのかについて少しお話ししていきたいなと思うのですが、この七夕という日本では、日本人はみんなが知っているような日本で毎年行われる行事なのですが、この七夕という行事はもともと日本ではなくて中国から来たと言われています。難しい歴史の話は今日は割愛してお話しせずに簡単にまとめて分かりやすくお話ししたいなと思うのですが、中国でもともとあったお話が日本に変わるときに少しずつ変わって日本の文化と合致して2つ合わさって日本オリジナルの七夕という文化ができたと言われています。なので今から1000年も以上前に中国から日本に伝わったお話ですっごく昔からあるお話なんですね。1000年以上経って少しずつ形は変わってはきているのですが、今でも日本人はこの七夕という行事をみんなが知っているようなすごく大きい行事の一つになります。この七夕はある一つのお話をもとに行事が行われています。なので今日はそのお話を少し皆さんに紹介できたらなと思うのですが、とってもロマンチックなのでぜひ聞いてもらえたらなと思います。昔織姫という機織り、お洋服を作るようなお仕事ですねが、とっても上手な女性がいました。女の人がいました。そして牛を飼っている、牛を育てている男性、男の人、彦星と
という男の人がいました。二人ともとっても働き者で、たくさんお仕事を頑張って一生懸命働いていたんですね。お仕事をとっても頑張っている二人を神様が結婚させました。二人は結婚したんですね。一生懸命頑張って働いていた二人、結婚した後にとっても仲良しになりました。仲良しになったのはとってもいいことなのですが、毎日二人で遊ぶばかりで全然お仕事をしなくなったんですね。結婚する前はとっても一生懸命お仕事を頑張っていたのに、結婚した後は二人とも遊んでばっかりで全然働かなくなってしまいました。それを見た神様はとっても怒ったんですね。怒りました。そして二人を天の川という大きい川の両端に引き離してしまったんですね。大きい川があって、彦星、反対側に織姫という風に反対に引き離してしまいました。別々のところに行くようにしてしまったんですね。二人はとっても仲良しだったので、急にそういう風に遠いところに行くことになって、とっても悲しみました。そこで神様はちゃんとお仕事をして、ちゃんと働くなら1年に1度だけ会ってもいいというふうに言ったんですね。そして2人が1年に1度だけ会える日がこの7月7日の七夕の日というふうに言われています。短くお話ししたのでそんなに難しいお話ではなかったかなと思うのですが、皆さん理解できましたでしょうか？別々のところに行くことになった織姫という女の人と彦星という男の人が1年に1度だけ会えるのがこの七夕の日と言われています。この天の川という川は普通のお水があるような川ではなくて、空にある川のことを意味しているんですね。なので晴れた日にしかきれいに天の川が出ないというふうに言われています。なので七夕の日はいい天気で晴れて天の川がしっかりと見えて、織姫と彦星が会えますようにと思う人が多いです。私も小さい時にこのお話をして7月7日になると、今日の天気はどうかな、織姫と彦星ちゃんと会うことができるかなというふうに空をずっと見ていた記憶があります。結婚してからお仕事をしなくなったというのはもちろんダメなことかなと思うのですが、1年に1度しか会えないっていうのは悲しいお話にも聞こえるし、なんだかロマンチックなお話のような気もします。七夕という日はこういう風に織姫と彦星が1年に1度だけ会える特別な日ということで、日本人は誰でも知っているような行事なのですが、もう一つ日本人は七夕といえば思い浮かぶものがあります。一つは織姫と彦星が会う日ということと、七夕のもう一つは七夕の日には短冊というものにみんなお願い事を書きます。こういう風になれますように、例えば先生になれますようにとか、日本語が上手になれますようにという風に自分がなりたいもの、欲しいものとか
お願い事を短冊というものに書きます。このお願い事を書くことも実は歴史があって、中国からこれも伝わってきたものなのですが、もともとは技術の上達ですね。何かうまくできるようになりますようにみたいな、そういうことを願うという意味がありました。昔の人は勉強がもっともっとできるようになりますようにとか、織姫のようにお洋服を作るお仕事をしていたら、そういうお洋服がもっともっと上手に作れますように、そういうことをお願いしていたのですが、どんどん時代は変わって、今は自分がなりたいこととか欲しいものとか、お願い事を何でも書くというような文化になりつつあるかなと思います。なんで普通の紙ではなくて短冊というものに願いを書くのかなのですが、これも昔と現代ではだいぶ異なるみたいなのですが、もともとさっきお話ししたように、勉強がもっと上手にできますようにとか、お洋服を上手に作れますようにとか、技術の上達を目的として書いていたんですね。もともとはとっても高い高級なものに書かれていたのですが、時代とともにその昔に手に入りやすかった短冊という安いものですねを使って願いを書く人が多くなったと言われています。昔、その当時手に入りやすかった短冊というものが使われて書いていたのですが、今はまた時代が変わって、紙ですが、こういうふうに四角ですね。四角に切った紙にみんなお願い事を書いて、笹の葉につけてお願いをするというのが現代風かなと思います。なので日本人は7月7日になると織姫と彦星が会う日ということもありますが、多くの人は何か願い事をする日というふうに考えている人もいるのではないかなと思います。日本人は一度は誰でもこの短冊にお願い事を書いて、例えば勉強がもっとできますようにとか、英語が上手になりますように、サッカーが上手になりますようにとか、こういうふうにお願い事を書いたことがある人がたくさんいるんじゃないかなと思います。この短冊という文化、皆さんの国にもありますか？また似たような文化あったりしますか？ぜひコメントで教えてもらえたら嬉しいです。そして皆さんは今何か願い事を短冊に書くとしたらどんなことをお願いしますか？私は大人になってこの短冊を書く機会は少なくなったなと思います。七夕のこの時期になるとショッピングモールとかですね、大きい笹が置いてあってみんなで短冊を書きましょうみたいなイベントがよく行われています。いろんなところで短冊の願いを書きましょうというイベントが行われているのですが、大人ももちろん書くことはありますが、子供たちが書くことがより多いような気がします。なので大人になってからこの短冊を書いたりお願い事をする機会は少なくなったかなと思うのですが、今私が何かお願い事を書くとすれば、この日本語のポッドキャストをもっともっとたくさんの人に聞いてもらえますように、
私の願いはもうこれ一つに限るかなと思いますもっともっといろんな人に聞いてもらって、せっかく日本が好きだなと思ってくれたりとか、日本語がなんか美しいなとか、音が可愛いなとか、日本に興味を持って日本語の勉強を始めてくれた方の少しでもお役に立ちたいという気持ちと、日本を好きになってくれた感謝の気持ちを私なりの形で、このポッドキャストという形でお返ししたいなという思いもあるので、私の今年の七夕の願いといえば、もっともっといろんな人にこのシラの日本語ポッドキャストを聞いてもらえますようにというふうにお願いするかなと思うのと、久しぶりに短冊に書いて私もお祈りしてみようかなと思います。そして何よりは織姫と彦星が無事にいいお天気で天の川の真ん中で会うことができますようにというふうにお願いしたいなと思います。はい。ということで、今日は日本の七夕についてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？この七夕というお話は、日本ではとっても有名なお話で、みんなが知っているような行事になるのですが、海外の人は聞いたことがない方も多いんじゃないかなと思って、今日お話ししてみました。このポッドキャストは7月6日にアップされているので、明日ですね。動画がアップされてすぐに聞いてくださった方は、明日がちょうど7月7日になるのですが、皆さん、日本人のように今年は一度お願い事をしてみるのはどうですか？あとは皆さんの願い事もぜひ聞きたいなと思います。私はこのシラの日本語ポッドキャストがもっともっとたくさんの人に聞いてもらえますようにということが今年のお願い事になるのですが、皆さんの叶えたいこととかお願い事ですね、もうぜひぜひ教えてもらえたら嬉しいです。このポッドキャストではこれからも自然な日本語で日常的なことや日本の文化についてお話ししていきたいと思います。ぜひぜひチャンネル登録をして次回以降もたくさん聞いてもらえると嬉しいです。そして Spotify でも聞いてもらうことができます。チャンネルの概要欄に Spotify のリンクがあるのでチェックしてもらって YouTube でも Spotify でも日本語のお勉強の役に立ててもらえたらなと思います。はい、ということで今日も最後まで聞いてくださった方、本当にお疲れ様でした。今日は日本の文化について学ぶことができたので、日本人とお話しするときとか七夕知ってるよというふうに少し自慢してもらってもいいですし、こういう自分が知らない国の文化学ぶのってなんだか面白いですよね。これからも日本の文化についてももっともっとたくさんお話ししていきたいなと思います。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。シラでした。